Go! 先日動画でも紹介しました、ツリークライミングで切った木なんですが、もらって薪にすることにしました。今回はちょっと変わった薪割りの仕方をご紹介します。切った木は最初から枯れていたので材木にはなりません。捨てるのはもったいないので薪にすれば植木屋さんとしては処分費用が浮きますし、私としても薪をタダで持ってきてもらえるっていうことでお互いに都合がいいんですよね。これだけの量の薪を山から持ってくるってなったら多分軽トラ3台分とか4台分ぐらいになると思うんですが、もっとかな。とにかく一人でこんだけ運ぼうってなったら結構大変なことになりますよね。それで木をよく見てみたんですが、上の方はもうだいぶ虫が食っていてスカスカの状態なんですよね。これは中間のあたりですけども、もう簡単に皮がめくれてしまいます。一番根元ですけども、この辺はちょっともう腐り始めてるんですよね。ツリークライミングでの伐採は結構大変な作業でしたけども、今のうちに切っておいて本当に良かったと思います。あと 1,2 年は持ちこたえたとしても5年は無理でしょうね。民家に被害が出る前に切ることができて本当に良かったと思います。ファクトリー9。それでは玉切りの作業から始めていきます。私が玉切りでいつも使っているチェーンソーはスチールの MS170 という機種なんですが、非常に軽くてエンジンもかけやすいんですよね。それでいて新品で3万円切る値段なんですね。プロの人がね毎日使うようなそんな耐久性はないのかもしれませんけども、個人的に薪ストーブの玉切りに使うぐらいだったら十分すぎる性能があると思いますね。もう 7,8 年使ってますけど故障したことないですしね。
ファクトリー9。玉切りはこのぐらいにしておいて薪割りをしてみたいと思います。うちの薪ストーブには杉の木はあんまり使ったことがないんですが、薪割りはしやすいはずなので、ちょっとどんな感じか割ってみたいと思います。まずはいつもの感じで普通に割ってみます。意外と硬いですね。割れないんですよね。表面は乾いていたんですが、中の方は結構水っぽいんですよね。斧が刺さると水がぐしゃっとこう吹き出してくる感じがあります。それで薪割りのめんどくさいのは、割った薪がこうやって下にいちいち落ちますよね。それを拾い上げてまた割って、拾い上げてまた割ってと、これがめんどくさいんですよ。ということで、先ほどお話ししましたように、今日はちょっと変わった薪割りをご紹介します。ゴムベルトとチェーンを使った巻き割りの仕方です。これですね、ゴムベルトとチェーンをフックでつないだものです。チェーンを使うのはフックをかける位置を自由に選べるっていうことですね。太い巻きでも細い巻きでも対応できます。で、どうなるか、見てみてください。わかりますかね。割れてはいるんですよ。割れてるんですが、下にいちいち落ちないでしょ。拾い上げる手間がなくなります。これでチェーンを外してみると、ちゃんと割れてるでしょ。はい、一度も拾い上げることがなく、巻き割りできるんですよね。うちにはちょうどこのフック付きのゴムベルトがあったので、そのままチェーンと、つなげて使えたんですが、例えば自転車のチューブに穴を開けて S 字フックをつけるとか、そういうことで、同じように作れると思います。なかなか割れませんね。斧が刺さるときに水しぶきが上がるの分かりますかね。中はすごい湿ってるんですよね。木が湿っているうちの方が割りやすいってよく言うんですが、でもこんなに水しぶきが上がるぐらい湿ってる薪っていうのは逆になかなか割れないですね。ファクトリー9。
というわけで今回はゴムベルトとチェーンを使った巻き割りをご紹介しました。巻き割りはとにかくたくさんやらなきゃなんないので、効率よく体力を消耗しないやり方でやるっていうのが、続けられるコツですね。今回の動画いかがだったでしょうか。これからもですね、薪の調達、薪割り、あと薪ストーブのメンテナンスとかですね、そういう内容の作業もどんどんご紹介していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。